はい。これは、東欧朝です。あなたは正しく推測しましたか？東欧朝は、中国の歴史の中で繁栄している時代です。東欧朝の女性だけが、このように服を着ることを、あえてしました。それで、東欧朝の女性は、どれほどオープンであるか、今日は2つの方面から、それについて話します。一つは、東欧朝の女性の服装であり、もう一つは、東欧朝の性的開放性です。これらの2つのトピックスは、古代中国の封建思想では、非常にタブーでした。まず、当代の婦人服について話しましょう。中国の他の王朝の女性を見ると、女性は胸を見せることを許されておらず、首の鎖骨を見せることさえでも許されていないですが、東欧朝の女性が着られていた服は、とても露骨で、おっぱい露出は一番の特徴でした。東アジアの歴史を調べたら、北朝鮮の女性だけが、経済的及び文化的な更新性のために、このような地域的に制限されて、乳房を露出する美学を持っている習慣があります。また、当時、北東部の鮮卑は非常に興味深い習慣を持っていました。女は息子を出産するなら、自慢するためにトップレスの服を着ていました。娘なら着ませんでした。古コロンの時期に個人はこの習慣を中原に持ち込みました。隋王朝が天下を統一し、唐帝国が建立されるにつれ、当時のドレスはまだより伝統的で、当時の絵画から判断すると、女性はなおさらタイトなドレスを着ており、襟が高くなっています。体型も比較的細いでした。封建時代に男性が同意しなかった場合、女性はあえてこのような服装をするでしょうか。これは、唐太宗、李世民の母親に遡ります。東欧朝の創業者李氏も個人と関係があり、李世民の母は本番の個人であり、最高指導者でさえ、このおっぱい露出行為を拒絶しなかった人気になるのは当たり前です。当代女性の衣服ローブデコルテは、ほぼ薄く透明で露出度という3つの特徴で表現しました。唐の初期には中国式のローブデコルテはすでに着用されていました。それで、唐高宗、李治はたまらなくておっぱい露出の禁令を出しました。厳密に言えば、それは禁止ではなく、究極的に懲罰的な措置はなく、せいぜい、それは文明的な呼びかけとしかみなすことができませんでした。李治は2回注意喚起をした。当面は禁止が有効であったが、妻の不足典の時代に復活した。唐のローブデコルテ、最も人気のある時期は、不足典が統治権を掌握した後、劇的な変化が行われた。女性は男性にいいダクダクする必要がなくなり、自信を持って自分の美しさと才能を世界に示し始めました。この時期の女性は男性の権威に公然と挑戦し、男性と同じような服を着ていました。男性の服を着るの好きだったの先導者は、東宇朝で有名な太平公主でした。太平公主は、かつて高僧の内部宴会に出席した彼女は、男性の服を着るだけでなく、完全に武装したと言われていました。それは、高僧と不足典を表せ、それは、女性が男子服を着るの急増につながりました。東欧朝の女性は、美しさと遊ぶことを愛し、賢くて強いと言えます。この前に、女性には考えられなかったことが、たとえ、役人になること、ポロを遊ぶこと、愛人になること、そしてもちろん自分の美しい体を披露することをも含まれ、すべて彼女らによって実践されました。彼女らのおっぱい露出の度合いは拡大しており、彼女らの体はよりふっくらとなっています。胸を露出するなので、どうやって綺麗な胸をするがポイントです。次は、古代中国女性の法教法を紹介いたします。綺麗な胸をするため、皇后様、皇室の側室から宮廷婦人や庶民に至るまで、法教方法が普及しておられ、9日間で、胸囲が1センチメートル増えると言われていました。わずか2週間で、バスト周りを2から3センチメートル伸ばすことができます。楊貴妃は、
毎日か聖地の香りの良いお湯を浴びた後、ご定医が作った特別なクリームを胸の周りに塗りました。このクリームはパパイヤ、サフラン、葛根などの天然の乳房増強植物成分が含まれています。塗った後、乳房の特定のツボ、乳根血、典型血、奥永血、段中血等4つのところをマッサージします。乳腺をさらい、経絡通腸にして、植物のエッセンスをよりよく吸収され、胸をふっくらさせます。容器、火は、また、一種の義翼除哺乳素をよく食べる。主成分は、ピーナッツ、大豆、ナツメのそれぞれ 100g です。これらの食材を潰した後、王室の料理人が、サクサクのデザートに仕上げます。それは、エストロゲンの分泌を刺激することができるレシチンと、タンパク質が豊富です。食べ過ぎると、太く安くなりますが、これは、豊胸するための最良の方法であり、ハーレムの側室のお気に入りの豊胸スナックでもあります。当のローブデコルテは、主に以前の伝統的な受訓から発展してきた。最も顕著な特徴は、フラットカラーの出現でした。ネックラインは、非常に低くて大きい、女性の胸の谷間が見えます。こういう風なデザインは、通常下着を着用しませんでした。女性の豊満な胸を見せるために、胸を露出させ、服の生地は軽いサトラを使い始まれました。これらの生地の一部は、半透明ですらあります。交渉によると、東宇朝の全盛期には、貴族のプリンセスと、妃嬪たち、あと売春婦のみ、ローブデコルテを着ることができました。普通の女性庶民は胸を露出ことが許可されていませんでした。唐の全盛期には国力が強く、人々は豊かで裕福であり、人々はより多く食べる、よりふっくらした女性が増え、人々の美学は自然にスリムからふっくらと変化しました。そして女性の襟も下向きに開き始まりました。これは東大の女性の絵画からもわかります。女性が普段着ているローブデコルテやチューブトップはとてもエレガントでルーズでした。彼女らは体の自由な発揮を提唱したからこそ、楊貴妃の太さは東宇朝の女性の特徴となってしまう。次に、東宇朝のセクシュアリティの概念がどれほどオープンであるかについて話しましょう。まず、東宇朝の皇室に蔓延した近親相関。李世民が皇帝になった後、彼は弟の李元吉の側室を自分に専用して、彼女を自分の側室と名付けました。李治は、さらに父親の妻、武則天を自分の皇后として直接接収した。東元宗は息子の妻をひったくり、彼女を貴妃にしました。東大の皇族の男性はこんな感じで、女性はそれほどやり、放題をしました。武則天と太平公主、伊皇后と安楽公主は、この二組の母と娘は男寵を養うことを公然示し、後宮で淫行した。ゴーホ公主がさらに変でした。意外にも僧侶の便器と貫通して、そして夫にメイド二人を送ってあげて、それはセックス交換のようでした。それに、東王朝は古代の売春業の中で最も繁栄した時代でした。皇帝のために宮廷で特別に演じる球技さえも現れました。彼女らは内人と呼ばれていました。さらに不思議なことに、朝廷が官員に直で使うために売春婦を養うべきであるとさえ規定した。当時、文人墨客がよく妓楼遊ぶに行って、あそこの女との恋愛関係を持つことがすごく流行っていました。東王朝は結婚前に処女かどうかを気にしませんでした。そして彼女らが貞操を失うでも別の者と結婚することは一般的でした。そして婚前交渉と婚外交渉がより一般的でした。東王朝には試験、婚制度があり、結婚前に試験、婚協定が結ばれます。試験、婚後、二人仲良くなれば結婚し、そうでなければお互いに別れを告げます。
東王朝は大変不徳が著しく不足していた王朝であり、女性が定節を気にかけていなかった、ほとんど貞操を守らない時代でした。女性は時々恋人と逃げる。結婚以外のセックスは恥ではなく恋愛とみなされました。東王朝の多くの女性が離婚後に再婚し、プリンセスたちはこの辺に模範を示し、離婚後23人もの再婚した。高官と貴族、民間の人々も同じでした。古代の他の王朝とは異なり、未亡人はほとんど軽蔑されたグループになってしまうが、東王朝の女性はほとんどは離婚後に再婚することを選択しました。東王朝は開放的なセクシュアリティの概念を持つ理由は、実際には李氏の官僚の起源と少数民族の戦費の祖先と切り離せないものでした。したがって男女の関係は中堅の一部の貴族の家族ほど厳密ではありませんでした。太陽の下で新しいことは何もありません。私たちが今経験しているものは1300年以上前の東王朝でもう起こったことが分かりました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。